大丈夫です。皆さんこんにちは。この動画は助っ人くんプロジェクトの趣旨及びアプリ概要についてのご説明になります。2019年の終わりに突如巻き起こった新型コロナウイルスによる被害ですが、実際私が被害を被ったのは2020年3月頃だったと記憶しております。ここアルゼンチンでは政府の対応によりすぐにロックダウン。私はというとその頃携わっていた仕事を休むわけにもいかず、コロナの恐怖と戦いながら通勤の毎日でした。私は日本にいる頃から糖尿病の持病を持っており、その頃から大好きだったアルゼンチンタンゴのそばで過ごしたいという意思で日本の会社を早期退職しアルゼンチンに渡りました。ご存知のようにアルゼンチンタンゴはパートナーととても近い距離で踊るため、コロナの影響を真っ先に受けたものの一つです。2020年7月末に退職し、それからはずっと家に引きこもった生活を送っております。コロナの恐怖と戦っていた頃よりも精神的には安定した日々を過ごしております。最初はこのあまりある時間を自分のキャリアアップのために使おうといろいろな無料のオンラインクラスを受けておりましたが、今年6月 YouTube を見ていて、この時間をコロナ禍で大変な思いをされている方々のために使えないか考え始めました。結論から申し上げますと、その結果がこの助っ人くんプロジェクトになります。コロナ禍で営業時間の制限、販売品目の制限等を受け、店舗を維持できないというオーナー様をニュースで見て、YouTube で休業、さらには閉店という苦渋の決断をしているオーナー様を見て、自分に何かできることはないだろうかと考えました。対象店舗は飲食店に限定するわけではなく、さまざまな業種で使っていただけるように、対象業務形態はコロナ禍でなるべく接触を避けられるようにと考え、商品の配達、来店時間の短縮の助けになるようにと考えました。一方、人との接触をなるべく避けるため、住まいの近所に何があるのか、どんなサービスを受けられるのかをお届けできることを考えました。そしてこの両者をおつなぎする手助けとなる店舗検索アプリを開発することにしました。多くの人にお使いいただくために、誰もが無料で利用できる、利用方法が簡単、どの地域の人も利用できる、パソコン、タブレット、スマホ等広い範囲の媒体から利用できる、そして既存の情報、ホームページ、ビデオ、インスタグラム、フェイスブック、ツイッター等を有効利用できるということを念頭に設計しました。幸いにも現在はネット上に多くの無料で閲覧できる情報、参考になるオープンソースソフトウェア、無料ツール、そしてウェブサービスの無料枠が存在します。これらを最大限に活用し、出来上がったアプリを無料で運用することを考えました。もちろん店舗の登録とお使いいただく方のご協力は不可欠です。
皆様のお力でこのアプリが大きく成長することを願っております。それではこのアプリでどのようなことができるようになるのかをご説明させていただきます。データ入力等はすべてこの3つの紹介のために必要なことになりますので、3つの紹介についてサンプル画面を交えながらご説明させていただきます。最初の紹介はカテゴリー別の検索になります。カテゴリーとは業種を意味し、クライアント様がどのような情報を今必要としているかについて絞り込んで情報を検索できるようになっております。カテゴリーを選択して検索ボタンを押すと GPS 情報を利用して現在位置から近い順に最大100件の情報提供をします。クライアント様はその情報をもとに店舗に問い合わせをする、商品を注文する、サービスを予約するといった動作につなげられます。次の紹介はご近所の検索になります。業種の枠をまたいだ検索でご近所に何があるのか、どう利用できるのかを提供します。この検索も GPS 情報を用いてご近所の情報を地図上に表示します。最後は配達検索になります。配達サービスを行っているオーナー様に配達可能範囲をご登録いただくことにより、クライアント様の現在位置に配達可能な店舗情報を提供します。この紹介は地図上の空間データと GPS 情報の組み合わせにより配達可能店舗情報を表示します。3つの紹介から共通で表示できる店舗詳細画面です。また店舗情報にはホームページ、ビデオページ、インスタグラム、Facebook、Twitter の各種 URL アドレスを登録できるようになっております。オーナー様がアドレスを設定することにより、クライアント様は既存の情報にも簡単にアクセスできるようになります。ショップ、スタジオ、オフィスの画像、メニュー、商品、サービスの画像については、クリックすることによりオリジナルサイズに拡大してご覧いただけます。このアプリは日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語に対応しており、ブラウザーの言語設定を変更すると各々の言語でお使いいただけます。以上のような店舗検索アプリを最大限ご利用いただくためには、より多くのオーナー様に情報をご登録いただくことと、より多くのクライアント様にご利用いただくことが不可欠になります。どうぞこの店舗検索アプリを皆様の手で育てていただきますようお願い申し上げます。最後になりますが、無料ということにこだわったアプリですが、現実的には無料のために多くの制約事項が存在することも確かです。そこで今後長期にわたる運用、規模の拡張のために募金を募らせていただきたいと思います。まだ募金の方法については決定しておりませんが、趣旨をご理解いただけた方、アプリをご利用いただきご賛同いただけた方は、ぜひ表示のメールアドレスまでご連絡をお願いいたします。以上で趣旨及びアプリ概要の説明を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。